皆さん、こんにちは。ファン研究動画シリーズを始めます。このシリーズは、東東南アジアにおけるファン文化、ファンコミュニティの研究に取り組んでいる研究者をお招きして、その研究や問題意識についてお話を伺うものです。私は、筑波大学マレーシア校の渡部幸輝と言います。よろしくお願いします。今回お招きするのは、カール・シュア先生です。カール先生はフィリピン大学ディリマン校アジアセンターの助教で、シンガポール国立大学で日本研究の修士号、一橋大学で社会科学の博士号を取得されています。専門は漫画コミックにおける外国人表彰の歴史的、現代的研究で、フィリピンのコミックスと日本の漫画の両方を対象とした研究を続けてこられました。ご研究では、日本占領期のフィリピンのコミックスを分析した論文や、フィリピン版漫画、ピノイ漫画を取り扱った論考、ジェンダーとコミックスをめぐる研究など幅広いテーマを手掛けられています。また、デニス・ディ・トリニダード氏と共編著としてラウトレッジ社から日本とフィリピンの関係を論じた論考、書籍も近年刊行されています。今回は1970年代後半にフィリピンで絶大な人気を誇り、マルコス政権下で放送中止となった日本のロボットアニメ、超電磁マシーンボルテス V を入り口に、現在のフィリピンにおける漫画、コミックス文化についてお話しいただきます。では、カール先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。一応、これが、テーマがたくさんあるんですから、一応ちょっとカオスのことでやってるんですが、最後の方にまとめするので、ちょっと、安心でお聞きしてください。一応自分の方は、なぜこういうテーマを選んでいるというのが、やっぱり、フィリピンの大衆文化、特に、コミックスの場合には、日本からの影響があるんですけど、いろんな課題から取り上げて、最後にコミックスの方でまとめてもらいたいと思います。で、さっき渡辺先生のご紹介の方で、フィリピンの歴史、現代歴史の方では、日本の最初に消費されてる、日本からの最初に消費されてるものとフィリピンの方で書かれているのは、ボルテス5とフィリピンの方でそれが言われてるんですが、そうというわけではないんですが、とりあえず歴史的の方で、ここそっちからに始めます。で、やっぱり、ボルテス5の放送歴史というか、がすごく長いので、1978年から最初の放送ができてたんですけれども、その翌年の方に放送中止をして、最初の歴史の方では、元大統領から、これは中止している理由として、反乱のことが出てくると言われているという説があるんですが、本当のことを言うと、やっぱり、なんていうか、カトリック団体が、こういう暴力のことが放送されているから、フィリピンの政府に、手紙を書いて中止というお願いがするんですけど、これは、大衆文化の研究者がよくわかるんですけど、それがフィリピンの特徴ではない。あの時期でも、80年代でも、そういう暴力が、上映されているものは結構反対する人が、文化が多いので、なので、特別ではないんですね。で、一応、その中心していることで、最後のエピソードがみんな見てないんですが、その次の年、1980、6年から徐々、いろんなバージョンができていて、放送されてます。はい。で、最後でも、2017年までにも、また、再上映がありますが、面白いこととして、これは日本のものと思われていないんです。あと、放送されて、それも宣伝されてないので、普通のカートゥーンか、ということで上映されてます。で、ボーテス5のみを放送されているというわけではなくて、当時、やっぱりフィリピンの
テレビ番組、テレビ会社は自分の番組を作るのはなかなか大変なので、一番安いところ、当時日本のものが安くライセンスが取られるので、すべてメカというかロボットアニメが購入されてて、1週間5つのもののタイトルが放送されてます。で、なぜ、ボーテス5だけが、フィリピンの歴史の方で残されているというのは、まあ、放送時間が金曜日なので、まあ、学生とか若い人たちが、もうテレビが、見える時間だから、他のアニメより、放送を消費する、見てる人が多いですね。なんですけど、まず、より、日本国内の、人気があるマジンガー Z とか、グレンダイザーとか、方も、メカンダーロボットも、ダイモスもそうなんですけど、単純に金曜日だから人気と残されてます。で、で、フィリピンの場合、どういう、ボルテスファイの影響がどういうようにあるかということをちょっといくつの例を見せます。これ、やっぱりオープニング音楽がすごく人気があるから、いろんな真似をしていることですね。これ、1979年。ちょっと見せてもらいます。ね、そうなんですけど、Ha? 音楽だけ聴いてもらえばわかると思います。Alma Moreno? Baldas. Start! Bahala na! At di na tayo kids 1999 Pagkarang Bionic Lagi kong kadate Diskoteka まあ、大体音楽の方は、オープニングビデオなんですけど、言葉だけ、楽譜だけを、変わってますね。で、質問していいですか？どうぞ。すいません。これは、ライブの1979年に放映された音楽を使って、2001年に、なんか別の番組が作られたってことですか？別の番組というか、これが LP なんですよ。LP で出してたやつで、この3人は、まあ、もともと、コメディのコメディの笑いコンビというか、笑いトリオで音楽も歌も歌ってるんで、やっぱり、ボーテス5が当時課題になってるから、ちょっと、それもやってますね。なんか上にブラックスローン2001って書いてあるのは別に関係ない。別に YouTube のあれです。ライブがあった時に作られた、はい1979年の動画なんですね、これが。そう動画プラス、もし LP というか、レコードを買うとっていう、タイトルの、レコードなんですね。なんですが、これ、当時、さっき渡辺先生がおっしゃった通り、当時に結構影響されてるけど、これが2013年で、テレビのアドでもありますね。Yan na ngayon sa Escoto To go Pinoy spaghetti Carbonara Pasta Express! Real good pasta! ですから、やっぱり、長い間で、いつも、どんな時代であっても、また影響があるから、なかなか面白いんじゃないかと思いますね。あと、まあ、いろんなところにも影響されてて、これが、多分フィリピン人の人は、これがわかるだと思いますが、日本人がわからないんだと思います。TEX という、collectible cards ですよね。なんですが、何かが面白いというか、このボルテス5の、カードはね、漫画にもなれるコミックスにもなれますね。だからコレクションとして、これを、お店で購入して、あと結構遊んでて、プラス漫画でもあるという形ですね。はい、渡こ辺先生。このコレクタブルカードは、コレクタブルカード自体を買うんですか？それとも何かお菓子とかを買うとおまけとしてもらえるんですか？大昔のトレーディングカードと同じ、アメリカのトレーディングカードとちょっと似てる形なんですけれども、ただし、遊び方として、なんだっけ、POG、というアメリカの昔の遊び、カードとカードの戦いで、裏返するために自分がそのカードがもらえるという昔の遊び。日本でいうめんこですか？
ああ、そうかもしれない。紙をこう、ペシってやって、そう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 裏を。そうそう。だけど、これが、ボルテス5のテーマで漫画、いろんな漫画が、いろんなストーリーが出てくるものなんですね。うん。あと、コロナの時代に、この警察の一番上の人が、やっぱり彼もファンで、誕生日、違法で誕生日会をしてたんですけど、コロナの時期に。なんですが、誕生日ケーキの方が、ライブの姿もあるから、もしかして彼もファンじゃないかということが、結構してます。で、テレビ番組といってても、映画化されてるものがあって、最初の方は、中止されてる前に、まとめてた、日本のアニメもちょっとやり方もあるんですよね。一応番組としてやってて、まとめて編集して、で、映画化されてるものがありますね。1970、79年の方で上映して、で、1981年の方にも、いろんな部分の方に編集して、また新しいものも、という上映もしてました。だから、で、最後、去年から、ライブアクションのものが作られて、唯一フィリピンで、上映してますね。地球への侵略を開始せよ。君たちが世界を救うんだ。これは訓練じゃないぞ。行こう。レッツボルテスファイ歯向かう者は全滅させてしまい。すごいかった。僕たちを出し抜けると思った？衝撃に備えて。任せとけ。泣くのは後だ。今は勇敢であるべき時。終わらせる。ボルテス5レガシー。で、やっぱり何かがまとまれるというのは、もともとボーテス5が上映されているときに、日本のアニメということは意識されてないんですが、徐々、上映すればするほど、その日本と縁が、フィリピンの消費者が意識して、もう日本のものとして分かってて、あと、去年か一昨日の方に、ボルテス5、こういう番組の、会社が、日費こういうなんとかの賞がもらってたんですよね。ボルテス5がフィリピンと日本の、友好会が、しているという保証です。はい。渡辺先生、どうぞ。これは、日本で作ったわけではなくて、そのはいフィリピンの側で、一応東映とかも絡んでるけれども、そのフィリピンで、フィリピン人の俳優でフィリピンのスタジオで作ったボルテスで、今そはいのトレーラーで日本語を喋ってたのは、そのカール先生が日本のオーディエンス向けに日本語のトレーラーのを探してくれたってことですか？はい、そうです。一応、東映に関わっていることは、調査権だけ、取ってるんですが、すべてのプロダクションは、フィリピン国内でやってます。で、やっぱり、なんていうか、お返しとして、とか、ストリーミングのサービスで、これも見られると思いまして、日本語とダブも入ってます。オリジナルのやつでは、タガログ語なんですか？はいです。わかりました。名前の方も、これそこまで見てないんですけれども、名前の方も日本語ではなくて、Big Bird, Little John とか、フィリピン化されている名前で残されています。ありがとうございます。はい。で、なぜここから始まっているというのは、やっぱり日本の大衆文化が、フィリピンの方で少しずつ影響されてて、その他の大衆文化の方にも、作られているものの方にも、影響されているかもしれないということで、それが漫画の話なんですけど、じゃあ次は、彼女、西海という彼女を紹介します。西海さんが1966年2月22日に生まれて、1990年に西海俊也と結婚しました。
っていうのは、当時は国際結婚というか、フィリピンパブで働いてるところ、時期の方なんですよね。で、何かが面白いというのは、1990年か、あるいは2000年の方に、彼女は、ウィンズという、フィリピン、日本のケーブルチャンネルなんですけれども、彼女がオーディションして、大東京という番組に、アナウンサーとして、仕事をしているんですね。で、どういう番組というのは、すみません、これが画像ちょっと良くないんですけど、90年代のもので、築地のことを説明してます。ちょっと、どういうやり方でするのは、ちょっと見て。刺身お寿司大トロなんですか？そう、これ中トロで、ここが大トロ。とあん中トロ。そう、ここがね、今でもう一つ来た。これが大トロ。ito ngayon yung nakamahuna. At ito, いいですか？すいません。さっき競りで買ったマグロ、これからどうするんですか？これからお寿司屋さん。寿司屋さんですか？寿司屋さんと、あと、魚屋さん、料理屋さん。いろいろあるんです。忙しいですね。忙しいよ。Nabili nila kanina na restaurant. なぜこういうことを上映してるっていうのは、日本人だったら、日本人のここで見てる人は、日本の旅番組に似てるんですね。なんですけれども、これがフィリピン人向けの旅番組で、あと何かが面白いというのは、彼女はね、日本語は下手なんですよ。一応、フィリピン人の感覚で、東京を紹介してるんですが、彼女は、ね、日本人と結婚してるんですが、そのオーディションの方にも、彼女はね、日本語が下手だから、番組の朝にできないということを彼女も意識してるけど、でも、ウィンズ東京のチャンネル番組がね、いや、別にそれが魅力的じゃないかと、言われて、8年、こういう番組で続けられてますね。2000年から2008年まで。さっきの会話で、日本語とフィリピン語が理解している人は、すごく怪しい話がしてます。さっき、築地の方が、大トロ、中トロとかそういう感じを話してるんですけど、役として、彼女はね、聞き間違ってて、この魚屋さんがお寿司屋さんも持っているとか、と言われて、お忙しいという返事がしてた。なんですが、逆に、フィリピンの方でこういうテレビ番組が上映されてると、日本の魅力が見てるというか、また日本のことが好きっていうか、消費されてるんですね。だから、ある意味、フィリピンの中でもいろんな日本のことを紹介されてて、日本の情報も出てきて、大衆文化の方にも結構影響されているということを見てます。で、一応彼女がここまででやってますね。で、2000年から2008年まで、私も結構この番組が見てて、なんか日本にいつか行きたいなとか、日本のものを買いたいなということを思ってます。で、じゃあ、本番の方に入ります。一応、2022年、11月18日に、初めて、紀ノ国屋がマニラの三越のショッピングセンターで、開けました。というのは、この年までには、日本の漫画はフィリピンの方で売られていないんですね。で、2022年から正式的に、法律的に、日本語で書かれているものを紀ノ国屋で購入できるんですよね。ただし、他の東南アジアの場合、結構だいぶ昔から紀ノ国屋が経営されてるけど、フィリピンの方はすごく特別で難しく進出しています。で、じゃあ、フィリピンの場合、日本語の漫画をどういうふうに購入するのは、1990年代から2店舗しかあるんです。
一つは、リト東京のところで、マニラセニというところに、リト東京、東京村があります。で、その中にフィアタというお店があって、中古漫画を売っているところですね。大体漫画喫茶が、破産するとき、日本で、破産するところで、みんなそれが購入して、で、フィリピンに持ってきて売ってるということが、記憶があります。なんですが、もう一つは、これ CCHQ という、ケソン市にあるものなんですが、まあ、いうことで、自分の家族が、自分と兄弟が経営しているコミックショップだったんですよ。1990年代から2005年まで。カールさんのご兄弟が経営してたんですか？そうです。おやっお。ぱり自分、兄弟たちがコミックスと漫画を読んでるんですけど、手に入れるのは難しくて、一番簡単なのはお店を開くんで、で、本格の日本語の漫画を、売っているんですけれども、やり方として、フィアタと違って、フィアタの場合、中古漫画売ってるんですね。私がその時、シンガポールで留学してたから、シンガポールの紀ノ国屋でたくさんの漫画を買って、それをフィリピンに持ってきて売ってるということを、意識をやってました。で、ちょうど日本に留学した時にも同じことをやって、アマゾンとかそのところでそれをやってました。ということです。だから、さっきの紀ノ国屋の経営しているところが何かがいいというのは、正式的にまともに苦労しなくて、本格の漫画がもうスムーズにフィリピンの消費者が購入してます。なんですが、その他の2つの店舗でのと、海賊版的な店もあります。コミックもそうなんですけど、ほとんどそちらに購入するものは、香港とシンガポールの中国海賊版を売ってるところなんですね。ですから、最初の方は、フィリピン人が漫画を読むのは海賊のものがほぼ多いですよね。あと、英訳されているものもありますが、でも、英訳されているアメリカからのものがあるけど、著作権、著作権というか、売られるライセンスはアメリカの地域しか売ることができるんですが、一応、違法的で、その英語の版もフィリピンの方で入るなんですけど、一応、漫画がだんだんフィリピン人も読むようになっています。で、ちょっとはい、簡単にまとめると、じゃあそのはい、90年代とか2000年代には、フィリピンで、日はい、本語のなんていうか日本で発売された正式な漫画を読もうと思ったら、そのフィエタに行くか、そのカールさんのご兄弟がやってたお店に行くかだったと。はい、で、フィエはい、タの方は、日本の漫画喫茶が潰れた時とかにまとめて漫画を購入していて、フィエタの、カールさんのご兄弟のお店の方は、カールさんがシンガポールに行ったり、東京に行った時にそこから買ってきたものが送られてきたと。で、そうです。それ以外にその海賊版のえ日本の漫画を読む店舗がいくつかあって、それはそのシンガポールとかのその中国語で作られている、はい、シンガポールとか香港とかの中国語で出版されている海賊版か、あるいはそそうです。のアメリカから出されている、英語圏の英語のものを持ってきたってことなんですね。そうです。はい。でもそのアメリカの英語のやつとかだとすごい高くないですか？もしかして、大体それも中古です。大体、だから、フィリピンの場合、やっぱり、漫画の流通がすごく複雑なうん。ので、正式のルーツをまだ、2022年まうん。では、それがなかったんです。うん。はい。で、あ、一応、フィリピン人がちょっと漫画が読んでいるところで、結構、やっぱりインスパイアされてるからお真似しますね。だから漫画、フィリピン的な漫画も
書くんです。で、書いてるから、出版できるところも、探してて、一つの雑誌が Culture Crush という、日本大衆文化雑誌が出版されてて、4年間で続いていますね。これが、コスプレとか、漫画とか、ゲームと、名の情報が出版されて、その中にも、フィリピン人が理解している漫画も出てきます。例えばこの感じなんですよね。これが雑誌で入っているものなんですが、自分がフィリピン人だとしたら、フィリピンのコミックスと全然書き方が違う。というか、ストーリーの、ストーリーの順番も違うんですが、なんですが、漫画にもないんですよね。ちょっと、エステティクスの方が似てることがあるけれども、血を混ぜてることが多いですね。質問いいですか？これ、パネルの中の時間の進み方はどっちからどっちに進むんですか？アメリカ式だからおこっちからですよね。ありがとうございます。そういう質問が重要だですね。はいはい読むの方も逆ですね。日本の漫画というよりはアメリカの、コミックのニュアンスを感じるなと思いながら見てました。多分日本人の目で見てると、はい、アメコミに見ている読めると思いますが、フィリピン人の場合、絵描き方の方は、編み込みではないので、漫画を真似しているから、漫画だと思われてます。なんていうか、パネルの配置とか、英語とかローマアルファベットを使ってるっていうところはアメリカのコミックっぽいですけど、でもなんかそのキャラクターとか、なんか特にその一番左のやつの、女性のキャラクターとか、真ん中のやつの、なんていうかこう、目とかを誇張した表現とか、そういうところはなんか、確かにアメリカっぽくはないなと思いました。そうですよね。ですから、フィリピンのコミックス化、絵描かれてる人たちが、ちょっと実験として、漫画的な表現を使っている時期が多い。特に、アメコミの表現仕方がなかなかつまらないことがあるから、ちょっと若いアーティストたちが、そのアメコミ系のことを離れてて、漫画的な表現をだんだん使ってみているんですね。で、2013年、渡辺先生のところに出てた先生が、東南アジアの、漫画とコミックスの、研究者なんですが、一番偉い彼がすごく偉いフィリピンのコミックス家の人なんですけど、インタビューして、彼がね、最初の方が漫画を否定しています。やっぱりその時期、若い人たちが漫画の絵描き方をもっと好みがあってて、彼が、漫画の描き方でフィリピン人のコミックを描くと、フィリピンのアイデンティティがなくなっているかということを言ってます。これも結構激しい言い方なんですけど、彼がもう高いんですが、その後、彼もその言ってることを後悔して、最後に漫画もウェルカムしています。はい。で、どういう人気があるというか、90年代から今でも、若い人たちが、こういう漫画の、表現、描き方を実験して、で、その後、漫画という、フィリピンの漫画ということが出てきますね。ちなみに、このブラックインクというものは、BL です。初めて BL を出版しているもので、この出版社もね、ブラックキングというものなんですけど、出版社は、ロマンスノベルの出版社なんです。で、漫画のこと全然知らないけど、BL が売られるからと言ってて、ちょっと実験してみます。という説。だから、ある意味、その当時、
コミックスを書いている人たちが、アメコミ派か、あるいは漫画派の競争があったんで、結構アイデンティティとして結構揉めていたことがあったんです。で、私がそういうことを見てたから、日本研究の方でなかなか面白いから学会を開催してました。2015年で。漫画研究、東南アジアの漫画研究と漫画アーティストたちを呼んで、これを課題としてお話ししてますね。なんか、これが漫画か漫画っぽい、漫画 S という言葉を使ってました。で、なぜこういう学会を開催してたというのが、やっぱりこの方たちはね、フィリピンの市場で見てると漫画ということをラベルをしてるんですが、やっぱりフィリピンの消費者たちがこれは漫画ではないですね。コミックスではないので、コミックスを読んでる人たちがこれを読まない。漫画の人たちしか読まないものなんですね。でも逆に、さっき、渡辺先生の反応で、日本人がこれで見ると、漫画に似てるけど漫画じゃないということを言ってるから、彼らたちの場所がなくなってるんですね、フィリピンの方で。だから、どういうふうにこういう人たちを扱ってるかを、学会でお話しして、最後に一応、自分たちが解決として、ラベルを漫画か漫画ではないというか、フィリピン人が書かれているものなので、フィリピンのコミックスなんですよね。だからその K の方で強調してます。で、そういう分かれているところの方で、漫画かアメコミを作っている人たちがいるんですが、やっぱり売ってる場所も必要。ですよね。さっきの方、紀ノ国屋の方なんですけど、でも大昔の方はね、本屋さんで漫画とかコミックスが売られない。コミックショップがありますが、コミックショップの方はアメコミのものしか売ってないので、じゃあ、漫画的なものをどこの方で売れるというのは、コミックスマーケットですよね。コミケット。で、フィリピンの場合、いろんなコミケット的なことが多い。さっき、一番古いのはコミコンというもので、一番新しいのは同人エクスポというものです。なんですね。なんですが、最後の課題として、コミケットという、日本のコミケット全然違うんですが、コミケットというアーツマーケットをお話しします。これがフィリピンの一番大きいコミック市場で、漫画的、アメコミ的、オリジナルのものを売っているところなんですが、面白いのは、日本の場合、夏と冬のコミケットしかないんですけれども、コミケットがね、一年中たくさんのマーケットがあります。プラス、コミケットは、日本のコミケットは東京しかいないんですよね。なんですが、最近コミケットのところは、地方の方にも行ってます。これとか、バギオとかダバオとかいろんなところの方に、イベントもやって、向こうのアーティストたちと向こうの消費者たちにも接すします。時々毎年、これも面白いなんですけど、コミケットプライドというイベントがあって、すべての出しているアーティストたちはクイアしか売られないっていう席なんですね。だから、市場としてなかなか面白い場所です。質問いいですか？はい、どうぞ。これだけいろんな地域で毎月のように、もうほんと毎月ですよね。毎月そうです。イベントやってるっていうのは、そのフィリピンのやっぱり地理的言語的な事情が関係してるんでしょうか？どういうあことかっていうの、と、いくつかの島に分かれていて、かつええタガログ語以外にもいろんな言語が喋られているから、その地域ごとに、イベントを持ち回りでやってるっていうことなんでしょうか？はい、言語というより、やっぱりアクセスの方がありますね。本屋さんのチェーンがありますが、
本屋さんの中にもコミックが売っているところが少ないんですね。やっぱりフィリピンの場合、コミックが認めているけれども、地方というか、地方の方はそこまで認めていないので、コミックスか漫画を購入するためにアクセスが難しい。ですから、コミケというマーケットがそのところで、短いというか、たった2日間だけですが、みんなそっちの方で集めて、買うことができます。売ってることもあります。プラス、さっき渡辺先生のおっしゃった通り、地方の方にも漫画家、あるいはアーティストたちもいるから、じゃあ、彼らたちどこの方で自分の作品を売ってるということは、コミケットで、コミケットの方でバーとして作っています。あと、もう一個質問いいですか？ごめんなさい。今の画面で、クイア、6月はそのクイアじゃないですか。はい。でも、オールオリジナルって書いてあるところは、その二次創作じゃなくて、オリジナルの作品だけの回っていうことですか？ありがとうございます。いい質問です。ですから、一番大問題として、コミコンとか、すべてのマーケット、コミック市場の方はオリジナルのものしか売られない条件があります。で、ですから、その二次制作の人たちが結構不満があって、今年からドジンエクスポというコミック市場が開催して、何でもいいという市場として、開けています。はい。そう、でも、はい。ってことは、じゃあ、フィリピンのこういう、なんていうか、コンベンション文化の中では、そのコミケットも、コミッコンも、そのマニラコミックフェアも、基本的にその一次創作のものが中心で、それがずっと強かったけれども、その去年から同人エキスポが始まって、その同人エキスポでは二次創作が中心なんですか？大体一次作の人たちって、一次作を作るのは結構なかなか時間がかかるんですよね。だから、毎年新しいものが出るはずがないなんですけど、ね、もう大体このアーティストたちも、結構いろんなファンのものなんですよね。アニメであり、ゲームであり、自分も二次制作のものも作られているんですが、このコミケとかコミコンとかマニラブックフェアの方には売ることができない。著作の問題として。なので、ちょっとそのアーティストたちが不満があって、じゃあ、同人エクスポがオールマイティとして何でも売ることができるっていう、去年からちょっと試して開催されてます。なるほど。はい。ありがとうございます。で、大体これが国内的なものなんですが、コミケットもね、ピコフっていう、フィリピンという国際向けの、コミック市場も開催されてます。これも来月、また、そう、書いてます。来月にありまして、いろんなアーティストたち、欧米だけじゃなくて、東南アジアのものも、ここで来られてます。で、渡辺先生の番組でも、Q さんもここで、コミケの人たちと出会ってて、ここのところにも、チェンジューさんが、Q さんと出会ってたんです。という話なんですね。なんですが、コミケのもう一つ面白いところとして、コミック市場だけではなくて、出版社として、それも動いているんです。っていうのは、やっぱり、コミックのアーティストたちが、分厚い作品を作るのはなかなか難しいだから、最初の方は、コンパイレーション、編集をしてて、たくさんの小さいもの、作られているものを集めて、プラス、出版して売っているという形式なんですね。なぜというか、やっぱりコミックケットはね、コミケットの方はね、コミック市場だけじゃなくて、アーティストを育てている式があります。なので、じゃあ、それを育つために出版するところも必要です。で、大体、テーマも、毎年テーマが変わってきて、さっき、こっちが GL のものです。
GL しかやってないんで、これが BL です。で、これ、子供向け、コミュニティキッズですね。で、これは東南アジアのアーティストたちが集めているものです。が編集しているものです。だから出版物として出版してて、彼らたちも自分のものとして売ってます。そして、コンパイレーションだけではなくて、作品もコミケットも出版しているんです。タイトルが多い。で、ジャンルも多いです。ね。で、じゃあ、これ2024年の、時計なんですけれども、面白いなのは、著作権も売っているというか、交渉している場所です。ライツマーケットにもなっているんで、まあ、翻訳のライツも売っていることです。ちょっとじゃあ、なんかまとめると、このフィリピンの国際コミックフェスティバルは、なんていうか、日本のいわゆるコミケみたいなのとはちょっと違っていて、割と公私的にやろうと、公的に、なんかこう、フィリピンの中のコミック文化をちゃんと振興するために、オフィシャルにやろうという意識が強くて、その中にはその出版社が入ってきて、出版社が協力して、その何人かのアーティストをまとめて、一冊の本を作るみたいなことを、なんていうかこう、テーマごとプロジェクトを子供向けとか GL とか BL とかでテーマを決めて本も出してるし、同時にそのフィリピンの若手のアーティストの、なんていうかこう、著作権というかこう、作った作品の IP っていうんですかね。そういったものを売買するマーケットとしての機能も果たしており、割とその国際的な漫画市場への、そのフィリピン国内のアーティストを育てて国際的な漫画市場につなげようとか、あるいはその東南アジア地域の他の地域から、なんていうか、こう、興味のある出版社とか、ビジネス関係者を招いてきて、そこでそのビジネスチャンスを作ろうみたいな意図を持ったイベントっていう理解でいいですか？はい、そうです。だけじゃなくて、コミケットという会社が、うんという市場もそれも売っているんですよ。うんただし、ピコフというのは国際向けをしているけれども、国内の方でも、IP も売ってます。で、ちなみにこれは政府の支援とかは入ってるんですか？政府の支援も、時々、入っていますが、ほぼ、彼たちが NPO みたいなものなんですね。で、いろんなタイトルを出版してて、いろんな賞が、買ってるんですね。タランタードンカーボの Vol. 2は、日本の Good Design Awards っていうのを買ってたんですね。ですから、だんだん、なんか、コミック市場のプラスアルファみたいなことが、結構見られてますね。で、去年、そうですね、去年、フランクフォート・ブックフェアで参加して、一番売られてるものの方は、大体こっちの方が小説と詩章の方が結構売られてるんですが、時計に見てると、フィリピンの場合、一番大きく売ってるのはコミックスなんですよ。ということが、コミケが参加してて、いろんなタイトル、いろんな書類を見せてもらっても売っています。で、ドイツのマーケットだけで見てると、ほぼフィリピンのタイトルが訳されてて、まあ、ドイツ版のフィリピンコミックが結構多いんですが、まとめていると、なぜ最後にコミケットを紹介しているというのが、やっぱりコミック市場だけじゃなくて、いろんなことが関わって、コミックスの環境を作られているんですよ。ということを紹介してます。で、あと、ちょっとなんですけど、面白いなのは、日本の方たち、最初の方は日本の影響があるけれども、コミケとかピコフには日本の方たちが参加していないんです。残念な話で。なので、なぜというか、やっぱりお話として漫画は、やっぱり、日本の漫画って国内しかまだ、見てないんで、
流通の方も国内しか見てないから、読んでてもそこまで、特に東南アジアの方ではあんまり来られないんですね。なんですが、何かが面白いというのは、日本国内の方にも、こういう作品、フィリピン的な作品も出てきます。出版社トリコ獅子代表が、2冊の漫画が出てて、フィリピンの国営言うと、漫画も出てきました。東南アジアに結構いろんなプロジェクトがあって、シンガポールのリー・クアン・ユーの漫画も彼らたちが出版しています。なんですが、日本の日本の消費者たちも少しずつ、時々フィリピンのコミックスも読んでいることがあって、自分がやっぱりいろんな人たちと自分が好きなものを紹介してるから、翻訳、和訳されているものがあります。さっきのジェリー・アラン・ギランが書いている鳥のコミックスなんですけど、北海道で住んでいる変な日本人、春吉さんという人で、一冊を訳していたんですが、でも、エルマーがすごく有名なんですけど、私たち、フィリピン人が私も全然知らなかったんですが、というコミックスも春吉さんが訳して、もしみんな興味があれば QR コードでスキャンして読むことが、一冊が読めます。で、なぜこういう最後、後書きにするっていうのが、やっぱりフィリピンのコミックスは日本にあんまり知られてないんですが、私2013年に国際海外漫画フェスタに参加して、フィリピンのコミックスを売ってて紹介したことがあって、購入する人が少なかったけれども、やっぱり日本の消費者たちも、そういう漫画じゃないことであれば、読みたくないというか、どういうふうに読むかわからないんですが、一応2年間これを試して売っているということです。はい。で、なぜこういう話をしているというのが、やっぱりサークルとして、一輪として日本から日本までにという話をしたかったんですけど、でも、最初から日本に来たんですが、最後はまだ日本には届けないという話なんですね。という寂しい話なんですけど、これで終わりです。ありがとうございます。いや、なんかこの番組で日本の出版社とかに届けばいいなと思うんですけれども、なんか簡単に最後の方のお話をまとめると、結局その日本人は、フィリピンの中で、こうしたなんていうか漫画文化というか漫画のエコシステムがあることに気づいてないけれども、でもその、フィリピンの現在は、その、コミケットに限らず、いろんなそのコミックフェスティバルから国際的なショーケースみたいなイベント会場もあり、その中で、フィリピン国内の漫画文化が育っている。で、かつ一個のエコシステムができていて、その若手のアーティストを発掘して、その商品として出して、場合によってはその国際市場にまで送り出すようなマーケット、エコシステムが出来上がっているけれども、日本人は全然そのことに気づいてないよと。でも一方、ドイツとかに持っていくと、結構フィリピンのグラフィックノベルは売れていたり認知されていたりして、ドイツ語の翻訳出版も出てるから、みんなもっとフィリピンの漫画を読もうっていう話かなと思いました。本当ありがとうございます。私も全然ちょっとフィリピン行ったことがなくて、よくわからなかったんですけれども、単純になんていうか、単純に日本の影響だけとも、アメリカの漫画だけの影響だけとも限らず、なんかその両者の影響の中でいろんな、こう、なんていうか、こう、日本寄りのものもあれば、アメリカ寄りのものもあるし、かつ一方で日本寄り、アメリカ寄りに関わらず、それはそのフィリピン人の固有のなんていうか、自分たちのアイデンティティを表明するメディウムとして、フィリピン独自のコミックス、漫画文化が育ってるっていうことが、大変よくわかりました。カール先生、ありがとうございます。ですね、じゃあ皆さん、
そうですね。皆さん、まだ時間も、たくさんありますので、質問をいただければと思うんですけれども、一番最初に説明した通り、口頭で喋っていただいて大丈夫です。ただ、その場合、後ほど YouTube で公開するので、その時にちょっとお顔とか、声が出る、名前が出るので、それはご了承ください。また、そういうのちょっとまずいなという方は、チャットボックスに、質問を投げていただければ、私の方で読んで、なんていうか、カール先生に答えてもらおうかなと思います。で、チャットボックスに投げていただく場合は、名前は読み上げませんので、匿名で大丈夫かなと思います。はい。もし、ちょっと皆さんの方で質問を準備されている間、私からちょっといくつかカール先生にお伺いしようと思うんですけれども、BL とか GL の普及ってどれぐらいなのかなと思いまして、というのも、あの、タイのなんか BL ドラマがフィリピンで人気だっていう話を、過去いろんな場所で聞いておりまして、その、なんか、タイの BL ドラマがフィリピンで人気だっていうのが本当なのかなっていう話と、だとしたら漫画の中でもその BL とか GL は人気があるのではないかと思うのですが、どうでしょうか？タイの BL がフィリピンには人気がありますが、でもその前には日本の BL も人気があります。で、自分の、一緒に仕事している、方が、元学生だったんですけど、彼女がフィリピンの BL コンベンションの集会者であります。で、大体向こうの方は、もともと日本の BL しかやらないんですけど、他の断名とか、タイ BL が普及してて、いろんな BL も混ぜてるということがあります。で、やっぱり、フィリピンもカトリック教の国だから、そんなに、ああいうような漫画が出版しにくいんですが、コミケっていう出版社がそれとして作られるということがあります。うん。ありがとうございます。ただ質問が出るまでちょっと私の方でいくつかお伺いしようと思うんですけど、今そのダンメイって話出てきたじゃないですか。で、ダンメイって中国のBL の子だと思うんですけど、その先ほど輸入してきた海賊版の香港とかシンガポールでの漫画本も、その中国語の海賊版だっていう話があったんですけれども、フィリピンの中でこうした漫画文化の需要の中で、中国語系のフィリピン人の影響力とか、なんていうかこう、特にそのマレーシアとかインドネシアの場合、やっぱり中華系の移民の人たちのこう存在感とか、彼らがやっぱり中国語に翻訳された海賊版を重要したっていう歴史が多分非常に大きかったと思うんですね。で、そうした観点で、そのフィリピンにおいては、じゃあその漫画の需要、コミックの需要において、中国系の移民の人とか、そういう人が果たした役割というのは、なんか顕著なものがあるのかなっていうのをお伺いしたいなと思います。やっぱり違いますというか、華僑の人たちは、フィリピン、私も華僑なんですけど、あんまりそういうシステムの方には、購入してないんですよね。だけど、なぜ、海賊版とか断面の方が、フィリピンの方に、入ってるっていうのは、海賊的で入ってる、入りやすいっていうか、そういう中国の海賊版のものがいろんなところに見当たれるんですね。東南アジアの方は、最初の漫画は中国の海賊版で組まれているので、手に入りますね。ですからフィリピン人も華僑ではなくて、中国の字が読まなくても絵だけで見えるというわけなんですね。じゃあ、特別にその華僑とか中国系の移民だけが、こう、なんていうか、フィリピンにおける漫画文化の形成に大きく寄与したわけではない。ではないんです。大体、売ってる人たちも、華僑ではないんですよね。なんか、どういう手で入ってるか、フィリピン人が香港で持っているか、あるいは、いろんなルーツで、それを手配してますね。わかりました。ありがとうございます。お手が上がっているので、松岡さん、どうぞ、ビデオはオンでもオフでも構いませんので。聞こえますでしょうか？聞こえてます。松岡です。パルドン、お久しぶりです。質問いっぱいあるんですけれども、とりあえず2つちょっと質問をしたいと思います。
一つ目が、すいません。ちょっとこれ、勤務先の富士山のふもとから、帰ってくる間聞いてたんで、ほぼ音声しか聞いてないんですけれども、まず、最初の方で、アニメの話があって、そこで、最初、そのコンテンツが日本のものと認識されていなかったんだけれども、まあ、現在は日本のものであるっていうふうに認識されているっていうふうに、言ったかと思うんですが、いつからそれが転換したのか、まあ、それは、その特定のアニメの話なのか、あるいはまあ、日本初のコンテンツ一般なのかによるんでしょうけれども、まあ、日本のものとして認識されなかったものが、いつの間にか日本のものとして認識されるようになった、その時代的背景だとか、あるいは、なんだろう、日本政府の、まあ、経済産業省の関与とかがあったのかっていうのが、一つの質問です。はい。で、もう一つが、二番目に、在日フィリピン人の、女性の話があったと思うんですけれども、まあ、日本に、まあ、それこそジャパユキさんとか言われて、まあ、それなりに規模のある在日フィリピン人コミュニティというのができていくと思うんですけども、その在日フィリピン人コミュニティが果たした、まあ、その日本文化をフィリピンに伝えていくという時の役割っていうものは、それなりにあったのかどうか、その2点、まずお伺いできればと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いい質問で、最初の方が、松岡さんの最初の質問の方で、クールジャパンの、団体で関わってるんですけれども、まあ、フィリピンの場合、クールジャパンが、政府、日本の政府が関わっていることが、最初の方はないんです。やっぱり最初の方がファンが動いているか、あるいはフィリピンの会社、番組会社たちが日本のものを購入して、フィリピンの方で上映しているということなんですね。で、理由として、いい作品ではなくて、一番安いものを購入したがってるので、フィリピンの場合にも、ほら、ダイモスとか、さっきの、ロボアニメの方にも、一番人気のものではないんですよね。進出率がちょっと低いものなので、やっぱり、売るとしても、安かったんですね。で、いつからそれが、意識されているというのが、政府の場合、80年代から、自ら宣伝として、ジャパンアニメとか書いてるので、これが日本のものだと意識されてます。で、なぜ、以前は意識されてないというのは、すべての名前、キャラの名前はアメリカ系にしてて、プラス音楽だけが日本語なんですけど、でも、まあ、これがどんな言語かみんなもう知られてないので、ただ売っているだけですね。という話です。で、次の2番目の質問で、在日フィリピン人の、重要性として、私も賛成です。やっぱり、ジャパユキさんたちが、さっきの人が番組に出てるんですけれども、でも、ジャパユキさんたちが、フィリピンに帰るときにお土産あるいは箱ごとでいろんなものを買って帰国して、そのところでも日本の文化も紹介してますね。ですから多分今でも一番人気があるお土産が、なんだっけ、シーフードの、日清のシーフードカップ麺が、そう、フィリピン人がまだ購入してます。買って持ってきますね。なんかカラマンシー入れて食べるんですよね。そう。ですから、移民たちがそういう本格の日本の文化を紹介しているというのが、自分、ジャパユキさんとして、これが日本と感じられているものを紹介して、で、フィリピンの方にそれが理解しているんで、また、フィリピン化されてますね。ということです。ありがとうございます。今の質問に被せて私も質問していいですか？松岡さんの質問大変私も興味深かったんですけど、じゃあ、なんていうか日本文化が最初ボルテス5が日本のものだとは思えてなかったけれども、日本のことだと気づかれ始めてから、
その受容され、で、それを担ったのが、ジャパユキさん。例えば80年代に日本にフィリピンパブとかで出稼ぎに行ってて、そこから帰ってきた人だったっていう話だとすると、なんていうか日本のコンテンツがフィリピンの人にとってのそのナショナルアイデンティティとかの形成と、あるいはその変化と、なんかどう関わっていったんでしょうか。例えば結局、なんていうか、日本の第二次世界大戦以降の歴史を考えたときに、じゃあ、日本のものは一般的にそのフィリピンにとってどういうものだとして受け取られ、どういうふうに重要され、それはフィリピン人のなんていうか生活の変化とか、歴史意識とか、アイデンティティとどう関わったのかっていうのは、なんか一般化してどんなことが言えるのかなと思いますって、ちょっと教えていただければ。はい。歴史的な方で、やっぱり、戦争のことに関わると、戦後直後の方は、フィリピン人が日本のことがすごく嫌われてるんですよね。なんですが、1965年から、初めてフィリピン、日費固有をし始めて、だんだん日本のものも少しずつ入っているんですが、でもやっぱりその時には、フィリピン人の消費者たちがそこまで信頼されてないんで、だんだん一応外交として、日本の政府、日本日系会社がだんだんそういう信頼関係を仕事をされてますね。私も一番覚えている限り、松下ナショナル会社が、父が松下に一回働いたことがあって、オリンピック、大阪オリンピックスにも参加してたんですね。だから、その時期には、日本に行くのは難しかったんですよ。ビザも必要で。ですから、ジャパユキさんたちが来るまでには、窓口として日本が分かっているんですね。なんですが、いつからそういう、日本のことを、消費するというのは、ジャパユキさんだけじゃなくて、バブルの世代ですよね。バブル、90年代の方にも結構、日本の会社員たちがフィリピンに来て、そういうものも持ってきて、紹介してますね。という話です。なるほど。ありがとうございます。CJ 鈴木さん、どうぞ、ビデオもオフでもオンでも大丈夫です。よろしくお願いします。はい、こんにちは。お久しぶりです。すごいなんか2週間前にカールにどこかで会ったような気がするんですけど質問は、私、ニューヨーク一律大学の鈴木と申します。質問は先ほどちょっと映ってるよ。漫画への反発の話をさっきしてたと思うんですけど、その反発の言説がやっぱ漫画が人気になってきて、それを受容していると、フィリピン人としてのアイデンティティ、文化的アイデンティティが脅かされるっていう文化帝国主義的な言説ですよね。で、ある時点でそういったことが起きたのは理解できるとして、ちょっと話したかもしれませんけど、同様になんかアメリカのコミックスに対してはそういった言説、アメリカのコミックスに対する抵抗みたいなのがあったんですかが一つの質問で、もう一つはちょっと抵抗の話なんですけど、レジスタンスの話で、もう一個先ほどフィリピンはカトリックの国とおっしゃっていて、ムスリムの方もいるみたいなんですけど、宗教的な団体とかそういった、または PTA の団体とかからのなんか、日本の漫画に特における表現、暴力と、セクシュアリティ、またセックスの表現に関しての抵抗みたいな反対ってあったんですかね。その2つです。ありがとうございます。はい。最初の方は、やっぱりコミックスということは、アメリカからの影響があって、最初の方は、カートゥーンズから見習っていた文化なんですよね。ですから、最初の方はそこまで、フィリピン人がそこまで抵抗されてないんです。で、だんだんそれが真似して、見習って自分のものになってしまって、アメコミ系のものがフィリピンのコミックスに理解されている説が長かったんですね。ですから、さっきのギラン氏がフィリピンコミックスと言われてもアメコミ系しか
想像されてないんですね。ですけれども、そして、やっぱりその当時にも、弟子を受けて、絵の描き方とかエステティクスの方にも、フィリピンの偉い漫画家たちが教えてるから、アメコミ系しか教えてないので、その環境で育てるんですが、漫画が90年代から、世界中に普及されてて、あと、若い人たち、特に今、小学校とか中学校の学生たちにすごく人気があったから、ちょっとその漫画家たち、アメコミ系のフィリピン人がちょっと心配して、なんか競争相手ができているんじゃんということで否定していますね。なんかジェネレーショナルなものがあるってこプラス、もう一つは、フィリピンのコミックスの環境の方が出版社たちがアメコミ系しか出版してなくて、ただし日本の漫画が来てた時に、同人という言葉、同人制作の方も結構身につけて、じゃあ出版する場所がなければ自分が出版してもいいということで売ってるという説が始めてます。だから長い間でそういう漫画系がアメコミ系の争いというか揉めてるところがあったんです。だから自分もその2015年でじゃあこれはどういう言葉で使うかということを漫画やというちょっと曖昧なことをちょっと手挙げたんですね。という話。で、そう、撤回館の方で、そう、キリスト教のことが結構コミックスの方、漫画だけではなくて、フィリピンのコミックスの歴史には、やっぱり、カトリック教の人たちとすごく揉めているというのが、フィリピンのコミックスが作られてて、自らその人たちが、そのグループと争うとか、フリーダム of、言葉の自由とか表現の自由と争うというより、面白いなのは、コミックスのアーティストたちが自ら、じゃあ、こういうことをもうやめましょう。セックスがもう書かないでということを決めてます。暴力が出てる時には、こういう程度しかやらないという基準がアーティストたちから決まってたのは、自分もびっくりしていました。ということを決まっていたんですよね。その団体に、争うよりという、面白いこと。けど、ご存知のように、すみません。私は北米の話をすればね、1954年のコミックスコードっていうのは、もう社会的に反発が、ある種のコミックスメディアがターゲットになる中で、保守的な社会の中で、なんかデリンクエンシー、なんだ日本語若者の不良行為、その他に対する反動として、最終的にはもう、法制化される前にもコミックスインダストリーが、セルフセンサーシップを作ることで、ただ、そのインパクトは本当に大打撃だったので、アメリカンコミックスにおいては。結構今ではかなり問題視されているし、で、再びコミックスがまた伸びてくるのは本当にかなり後になるまで待たないといけなかったし、それは歴史的にはなんか調べるといろいろ面白いかなと思いました。補足的な発生すれば、今現在アメリカでも、いわゆるグラフィックノベルと呼ばれるもの、このスーパーヒーローな、コミックブックスとかの方ではない方の方でも、やはり LGBTQ+ の表現に関しては、州にもよりますが社会の保守的な層からは、宗教団体その他も含めて、常にも今トランプ政権時でかなり叩かれているので、ここら辺はどうなんでしょうか。
かね、フィリピングラフィックノベル界隈とかの LGBTQ+ プラスの表現、最後に質問します。はい。ありがとうございます。はい。フィリピンの方にも、さっき、はい、LGBTQ の、テーマとして、最近、グラフィックノベルとコミックスの、フィリピンのコミックスにも出てくるけれども、でもやっぱりカトリック教の国でやってて、出版会社の方にも、そういうセンサーシップの方にもまだ気になってるから、ゲイの人が出てるところには OK なんですけど、セックスの行為が出てることはまだまだなんですね。だから、なんていうか、まだそのところで、A を、ちょっとセクシーの A は大丈夫なんですが、セクシュアルリベレーション的なことはまだまだです。だけど、十分って言わないけど、バーがあるからもう OK というか、ちょっと収めてることなんですね。なんですが、ちょっと追加として、CJ さんの質問で、面白いことは、フィリピンの還元例、さっきの、政権の方に、が中心したところで、暴力が出てるからという話があったんですけど、フィリピンのコミックスの歴史の中に何かが面白いというのは、この当時にも、X-rated のコミックスも、この同じ時期に出てきたんですよ。結構普及されてる時期があってます。だから統一してないっていうか、やっぱりこういう悪いことを忘れるために、セックスのコミックスも、裏の方で普及されてるという一つの、企画があったんです。なるほど。面白いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。私、今の質問も、すごい面白いなと思いました。なんていうか、今の質問、ちょっと、少し、なんていうか、まとめると、結局、フィリピンの漫画というか、なんていうか、文化産業全体を見たときに、一枚岩じゃないってことですよね。要するに、アメリカの影響を受けたコミックスの派閥もあったし、それに対して、新興勢力としての、なんていうか、日本の漫画の影響を受けた若い世代が、ある種、なんていうか、戦いをしてたってことですよね。で、その中で、鈴木さんがおっしゃってた、例えばキリスト教の影響というか、宗教勢力の影響を受けて、セルフセンサーシップ、自分でここまでしか表現はしないっていう、なんていうか自己規定をしたのはやっぱりアメリカのコミックス側だったんでしょうか。そう考えないと多分、BL とか GL の日本漫画的なスタイルのエステティックな影響とかを考えると、なんていうかそういう、なんていうか漫画のエステティックな派閥の中に、宗教的な規範意識とかの違いとかが乗っかってきたのかなっていう理解でいいのかなと思うんですけど、そんな感じなんでしょうか。そんな感じ。そんな感じで、コミックスの世界に入っている漫画家たちが、昔だったら、一番正解している人たちが、アメリカのアメコミの会社に入ってるんですね。マーベルとか DC とか、そのスーパーヒーローのところで仕事すると、もうトップの漫画家になってしまう。というフィリピン人が理解してるんですが、逆に漫画が入ってる時には、じゃあ、アメリカの会社に成功しなくてもいいという一つのルーツがあってます。なんですが、私がその最後の最後のあれで何かが紹介しているというのは、今でも何かがまずいというのは、日本の漫画の市場というか、会社はクローズなんですね。だから、海外の漫画家たちがあってても、日系企業の出版社には入りにくいことがあります。っていう、ちょっと問題定義も取り上げてます。それは全く同じ話を、チェジウさんの
シンガポール漫画の歴史と現在の話でも全く同じ話を聞きまして、シンガポールで育った日本の漫画が好きな漫画アーティストも、結局その日本の漫画の出版社では働けなくて、アメリカで働くみたいなことがよくあるっていうのをおっしゃってたので、日本の市場の閉鎖性をちょっとなんかどうにかしないと、これから置いてきぼりになっちゃうんじゃないかなっていうのを、改めて思いました。じゃあ今日ちょうど90分ほど経ちましたので、これぐらいでいいかなと思うんですけれども、改めてカールさん、大変貴重な、なかなか日本では情報が得られないフィリピンの漫画事情をお話しくださいまして、ありがとうございます。全然本当に私の無知で知らなかったんですけれども、本当に歴史的に見ても、複雑なかつ多様な漫画文化があり、現在ではそれこそいろんなコミックマーケットとか、国際的な市場とかがあって、まあ、非常に大きなエコシステムが存在していて、そういったものを、日本の市場が全然注目してないのは、日本の市場関係者、漫画出版関係者の人は、ぜひ、興味を持ったら、カールさんにコンタクトを取っていただきたいなと思います。改めて、カールさん、今日はありがとうございました。最後に何か、なんかこう、日本の人に伝えたいこととかあれば。渡辺先生に、ただ、ありがたいことが、ありがとうの言葉が返します。やっぱり特にフィリピンとか東南アジアの大衆文化の研究者たちがあんまりこういう場が少ないというか、フィリピン人同士しか話さないんですけど、他のところにこういう話がすると、より研究、あるいは大衆文化の研究が幅広くすることになると思いますので、渡辺先生にもっといろんな人たちを読んで、こういうシリーズはうまく成功することように祈っています。ありがとうございます。頑張ります。頑張るんで、紹介してください、人。改めまして、カール先生、ありがとうございました。じゃあ、拍手でお見送りください。ありがとうございます。